はい、どうも、今回はね、ソニーの NEX-FS700、これにね、サムヤンのね、レンズをね、2つゲットしたんで、どんな感じで撮れるかっていうのをね、主にポートレートの撮影になっちゃうんですけどね、このレンズだと。ちょっと楽しみだね。通常はね、この SLP っていうのを使ってるんだよね。これズームレンズ。で最初は、35mm オートフォーカスで F 値がね 1.4 この 1.4 っていうのがねなかなかね興味深い。どうこの絞りちょっとねフォーカスがねマニュアルフォーカスでやってるんでカメラがねちょっとぐらつくんだよね。これ手前の方にこうフォーカスしたり奥の方にフォーカスしたりしてるんですけど、その時のボケ具合どう？レンズの設定はね F 値 1.4 でホワイトバランスが4300で、この動画ではねこの設定でレンズだけ変えてテストしていきます。マニュアルなんでねちょっとずれたりするかもしれないですけど、大体のねボケ具合これが分かればいいかなっていう感じですね。なかなかいいでしょう。安いって言ってもねやっぱレンズなりの金額はしちゃうんだけど、でもこのクラスのレンズをねソニーとかで買っちゃうと、本当に20万近くしたりするんだよね。だからそれに比べればね随分コストダウンされてるんだけどね。その分ねどっかでデメリットとかあるとは思うんだけど、普通にポートレート撮影する分には特に気にならないかな。そこまでこだわりはないから、見てて綺麗に撮れてるなっていう感じであればそれはそれでいいかなと。でこのなんかもね近いところと、中間奥っていうのがフォーカスされてるのが分かると思うんですけど、その時のねそのボケ具合だよね。なかなかいいでしょ。次に 85mm ね設定が同じ F 値が 1.4 ホワイトバランス4300見てみよう。やっぱり 85mm になると望遠レンズになっちゃうんで浮いて見えるよね。でもこれがいい味出すんだよ。これでねちょっと手ぶれがなければ綺麗に写ってたんだろうけどね。写真だったらもう完全にボケが綺麗に写ると思うね。なかなかいいんじゃないの？いいね。ただねこの FS700 のねリモートコマンダーっていうのが出てるんですけどね、それが希少になっちゃってもう売ってないんですよ。だから買いたいけどね探しても売ってない。見つけたら買いたいなとは思ってるんだけどね、それが高いんだよね。安く売ってねえかな。あとレビューしないとね。通常使ってるこのズームレンズねマジオールマイティー。さすがソニー。もう何もねしなくて普通に撮ってるだけで綺麗に映る。ズームもね電動だしねもう問題なし。ただその F 値がね、ちょっと高いんだよね。だからボケを出すにはズームレンズを使ってだからズームさせてボケさせる
っていうテクニックだよね。でもそれだとね限界があるのよ。やっぱズームさせるっていうことは遠くにいないといけないんで、そこまで遠くに行けない場所だとやっぱボケの感じがねちょっと浅くなっちゃう。で次に 85mm の、レンズなんですけど、やっぱね面白いね。なんか浮いてるような感じするでしょ。まあちょっとね変な言い方するとおもちゃっぽく見える。まあそれがね面白いとこなんだろうね。ただね夜間で、ホワイトバランスとあとは ISO これオートにしてるんで、ちょっとね画面にノイズが走るかもしれない。あとねこれ一応ホワイトバランスオートにしたんだけど、もしかしたらマニュアルになってるかな。ちょっと画面をね確認してて白飛びしてるような気がするんだよね。だからもしかしたらオートにしてるつもりがマニュアルになってたのかもしれない。でそのマニュアルになってたかもしれない数値っていうのがちょっとわからん。次に 35mm、 昼間も夜間もこの 35mm のレンズが一番使いやすかった。やっぱりそれなりの距離で撮れるし、35mm っていうのが基本的に標準レンズなんだよね。人が見た感じと一番似てるっていうかね、それに近いその映像が撮れる。でさらにこのレンズに関しては F 値が最低 1.4 までいけるんで、この光のね玉、ボケた時の光の玉が、どれだけ綺麗に丸く映ったり綺麗に映ったりするかっていうのが夜間の勝負のところだよね。だからわざとちょっとねぼかしているんだけど、玉の出来方なかなかね綺麗に映るんだよね。ほらほらほら、もっとねフォーカスずらすと綺麗な丸い玉になるんだよね。簡単に言ってしまえばねお買い得。ただね欠点があった。このサムヤンのオートフォーカスのレンズってやっぱりソニー製のものと比べるとやっぱり若干ねオートフォーカスがちょっと弱いかな。設定次第だと思うんだけどね。でこのサムヤンっていうメーカーはそのレンズステーションって言ってパソコンにつなげてレンズのアップデートができるんですよね。それをやってるのが 85mm の方だけで、 35mm の方ってちょっとねアップデートしようと思ったらね、そのレンズステーションっていうつなげるやつがあるんですけど、ぶっ壊れてさ、その接点がずれちゃったんだよね。で直そうかなと思って分解したらねさらに悪化して最終的にはバラバラになった。だからねもう一回買わなきゃいけないんだよね。そんなに安い買い物じゃないのに、もうため息しか出ないけど、でもアップデートとかね、あとレンズの調整とかもできるんでやった方がいいだろうね。この画面なんかはほら後ろの、マンションのライトっていうか電気、それがほらフォーカスがずれると丸くなってくるでしょ。これがね値段の割にはね綺麗に丸くなるんだよね。だからポートレートの写真って動画もそうなんでしょうけど、夜間が一番綺麗に映るよね。やっぱり光だからね。昼間でも
なかなかいい写りしますけどね、もちろん。で特にねこの 35mm のレンズだと結構近い位置からこの絞りの効果って見えるんですよ。例えばこのハンドルのところ、ハンドルとメーターの距離ってそんなにないんだけど、その差でも絞ればまあうまい具合にでボケてくれるんだよね。これがやっぱ素晴らしいね。やっててやっぱ面白い。これ結構近いよ。ほらしっかりボケるでしょ。やっぱりねこの距離でボケてくれるってやっぱ使いやすいね。なんかこう想像してる映像をさらにこう超えるような映像が撮れそうな気がする、気がするだけだけどね、ちゃんと計画を練って、撮影しないといけないんですけどね。はい、ということでね3つのレンズこれレビューしてみましたけど、とにかくね3つやったうち、当然ねソニー製のやつは一番安定してるんだけどね、このサムヤンの 35mm これがね本当に使いやすかった。いやこれメインに使うかもしんねえな。っていうかもうこのバックミュージックがうるさくてもう自分の声が聞こえないんじゃないかなって思ってるんだけど、うわちょっとなんだこれは